皆様ご視聴ありがとうございます。本日は2024年11月の19日。今私はポーランドのワルシャワに来ております。前回の続きになりますが、昨日ウクライナから陸路でですね、ポーランド入りをしまして、今ワルシャワに滞在してるんですけど、今日ですね、ワルシャワからイギリスのロンドンにですね、移動していきます。実は私、イギリスに一回も入国したことないんですよね。初めての滞在になるんですけど、滞在といっても今回トランジットになります。一泊はするんですけどね。で、ワルシャワ空港からポーランド航空 LOT ですね、ロットを利用して、ロンドンヒースロー空港に今回移動して、で、空港近くのホテルに、一泊します。で、これから朝ごはん食べて、で、お昼ぐらいまでゆっくりしてから、チェックアウトして空港に行きたいと思います。今回はそんな感じでお届けします。それでは、インタコワルシャワの、朝ごはん、めちゃくちゃ楽しみです。朝食会場はこちらかな。一応今回、無料なんですよね、朝食が。格式が高そうだな。朝食会場入りました。シャレオツです。アジアコーナーもあって、なんと味噌汁もありました。すごいね。ワルシャワ味噌汁。そういえば前マリオット泊まった時もありましたね。蜂蜜も蜂の巣のやつだ。いいですね。すげえわ。ということでこんな感じで朝ごはん持ってきました。サラダが超うまそうです。あと原木のハム、生ハムではないですけどとか、サーモンタルタルとか、あとワッフルが超うまそうだったんで持ってきました。飲むヨーグルトもたくさんありましたね。うわぁ、自分が好きなタイプの朝食な感じですね。いただきます。生搾りオレンジ。これはうまいわ。ハムが超でかい。さすがインタコだわ。かなり接客もいいですし、仕事も早いですね。で、今なんかこうイクラみたいのがあって、これイクラかと思ったらなんかパッションフルーツジェリーバブルみたいな、そうなんかそんなのがありました。それ持ってきたのと、あとヨーグルトで出来たてのねシナモンロールがあったんですよ。私シナモンロール大好きなんですよね。はい、ちょっとこれは食べようかなと持ってきました。で、これなんかサラミですね。はい。いやもう大満足ということでゆっくり休むことができてね、体力も回復したんで、これでワルシャワ空港の方に移動して出国してイギリスのロンドンに向かいましょう。ワルシャワのインタコめちゃくちゃ良かったです。直前で撮ったんでちょっと高かったんですけど、ベッドがねもう自分好みだった。柔らかすぎず、もうすごい快適に寝れましたね。もうなんかもう一泊したいぐらい。とりあえずはい、チェックアウトします。今からボルト呼んで空港に移動します。それじゃあ今ボルト呼びました。トヨタのプリウスが来るみたいです。すぐ来ますね。で、値段がだいたい1200円ぐらいかな。1000円ちょっとぐらいです。ということでワルシャワ空港到着しました。めっちゃ寒いわ。で、ポーランド航空の、拠点空港なんで今回 LOT に乗るんでね、優先的なサービスとか、あとラウンジね、あると思いますので、はい、チェックインしていきましょう。ということでこちらのポーランド航空の専用チェックインですね。スターラゴールド以上の、はい、こちらでチェックインします。ということで一瞬でチェックインの方完了いたしました。ファストトラックと LOT のラウンジね、行けるみたいなんで、はい、それでは出国しましょう。イギリスはもう EU じゃないんでね、出国しないといけないですよね、 EU をね。はい、じゃあ行きましょう。はい、保安検査と出国がファストトラックはありがたいですね。ということで保安検査終わりました。出国なんでどっちなんだろうな。
はい、ちょっと調べながら行きます。これですね、オールパスポートと EU とありますけど、ということで EU を出国完了いたしました。自動化ゲートあったんですけどね、試したけどダメでした。使える国と使えない国とあるんですね。はい、ここはダメでしたね。ちょうどお昼ぐらいの時間なんで、今から LOT のね、国際線の EU 以外の場所のラウンジ、ここは初めてですね。 EU 圏内のラウンジしか使ったことないわ。楽しみです。はい、こちらですね、入ります。さすがですね、充実度合いが違います。食べ物が、飲み物もすごいいっぱいある。ビールはハイネケンとかポーランドのビールとか何でもありますね。お酒好きの人にはたまんないかと思います。あ、素晴らしい。サラダも充実してるわ。すごい豪華だね。サラダいっぱいあるね。食事をこんな感じで持ってきました。すごいまともですよねなんかいいなって思うご飯が揃ってて素晴らしいです。パンとハムとチーズしかないような感じはないですね。さすが国際線側ですね。はい。で、なんかハンバーグみたいなやつと白身魚のソテーとか、これちょっとよくわかんないけど、なんか中華料理だと思います。酢豚みたいな匂いがしますね。あとインゲン豆のスープとサラダ。はい。で、男は黙って炭酸水なんで炭酸水持ってきました。ちゃんと氷もありました。ラウンジはね、めっちゃ広いわけではないけど程よい広さで、食べ物もすごいあるし飲み物も充実してる、素晴らしいと思います。あとはですね、箸もあるんですよね。割り箸も置いてあって、これ確か EU の方のね、ラウンジの方にもあった気がします。ここにもありましたね。韓国人の人たちが今いっぱいいるから、多分ね、ソウル行きの便があるんじゃないかな、これぐらいの時間に。日本人はいないですけど、はい、そんな感じです。ちょっとこれちょうどいいお昼ご飯なんで食べます。それじゃあいただきます。人参サラダみたいなのやたらこのポーランドでよく見る気がする。人参いっぱい取れるんだな。ハンバーグ、このスープめっちゃうまいわ。濃厚ですね。前もお話ししましたけど、海外旅行中ね、いいホテルに泊まってたら、ね、無料でああいう風に朝ごはん食べれるじゃないですか。で、飛行機ね、エコノミーに乗ってもこのステータスでラウンジとか来ちゃうじゃないですか。で、食べるじゃないですか、こういう風にね。もうだから極力食べないようにしようと思ってるんだけど、結局お昼だからとかなんか言い訳つけて食べるんだよね。まあ野菜多めにしたりとかは一応してるけど、これが良くないんだよね、きっとね。ラウンジに行かない勇気っていうのを持たないといけないかもしれない、本当に。で、またビジネスクラスとか乗りたいじゃないですか。で、乗ったら乗って食べるでしょ。これどうしたらいいですかね、本当に。運動しても消費しきれないぐらい食べちゃってるもんな。野菜だけとかにすればいいけど、絵的にも面白くないですしね。難しい仕事ですね、これ本当ね。久しぶりにウィズエアを見ましたね。昔乗ったことがありますけど懐かしいな。それではゲートに行きましょう。それでこちらがロンドンヒースロー空港に行く LOT ですね。737、はい、機材は737ですね。ということで間もなく搭乗開始です。今回迷ったんですけど、荷物預けたんですよね。LCC じゃないしスターラーゴールド持ってれば荷物はね預けれるんですけど、今見るとね、スーツケース機内持ち込み用の人たちは全員今から計量するということでやってますね。これ重かったらすごい高額な追加料金を払うことになりますね。結構ヨーロッパってシビアな時ありますよね。緩い時もあるけど、トラムとかも割と頻繁にキセル乗車のチェックとかしてますしね。なんで今なんかちょっと揉めてる人がいますね。なんとかならないかみたいな。すごい高いんだと思いますよ。
Thank you. Business class, please. ということで搭乗が開始しました。ちょっと遅れてますね。まあヨーロッパなら大体遅れますからね。ということで機内に入りました。ボーイングの 737MAX8 ですね。なんか割と新しめの感じがします。はい、綺麗ですね。まあ座席は普通です。LCC よりかは全然広いですけど、モニターもなくて USB ついてるのはありがたいですね。で前方ビジネスクラスありましたけど、いわゆるエコノミーをね、一列を分けて使うみたいな感じの残念なやつですね。まあヨーロッパ大体もう最近これですから、自分は世界一周ビジネスクラスの旅の時に特典航空券でいくつかそれ乗ってもったいなかったなとは思いましたけど、もうしょうがないですよね。まあ一応機内食とかサービスがビジネスクラスにはなりますけどね。はい、まあ外結構強い雨降ってるんで、はい、もう暗いですけどね。ちなみに座席は5の F 窓側なんでかなり前の方ですね。はい、チェックインの時に勝手にそこになりました。窓側でとお願いしたら、なんで多分これもあるあるだと思うんですけど、まあ所詮スターラゴールドですけど、そういうの持ってる人から前の方にするんじゃないかな。ちょっと前広いかもしれないですね、座席が。ちょっと詳しく調べてないですけど。ということでドアが閉まりました。私の列はね、1列お客さん来なかったです。で今勝手にこのおっちゃんが横に移動してきましたけど、はい、まあでも隣が来てないです。はい、めちゃくちゃラッキーだな。多分配慮してくれたんじゃないですかね、上級会員のあれで。すごいね、やった。はい、今キャプテンの放送でロンドンまでは2時間20分のフライトだそうです。まあまあかかりますよね。意外と距離があるって感じですかね。まあ、あっという間ですけど。あと時差もポーランドとイギリスの間には1時間の時差があります。Next to an emergency exit, all your belongings must be stowed in the overhead compartments only. Please be careful. 最近もう ANA とかでも多分配らなくなったと思うんですけど LOT はまだ配ってます。それで機内食はこのクリームパンみたいなやつですかね。なんか3種類ぐらいありました。トマトかクリームかもう1個なんかよく分かんなかったので適当にクリームにしました。あと飲み物はお水と炭酸水とコーヒーと紅茶のみで、オレンジとかコーラはないそうです。なんであったかい紅茶をもらいました。これぐらいでいいですね。変にプレートとか持ってきてこう塞がるのに鬱陶しいですよね。これだったらただでゴミだけまとめて机で畳めるんで。というわけでちょっと申し訳ないですけど、なんかやっぱりクリームですね。日本のクリームパンとそんな変わんない味がします。それで今チョコレートが配られました。これも前なんか食べたことありますね。というかラウンジにありましたね、普通に。
London Heathrow. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu. Potem zachęcamy do odwiedzenia strony Moskwa lub skorzystania z naszej aplikacji mobilnej. W imieniu polskich linii lotniczych LOT Star Alliance i linii partnerskich dziękujemy Państwu za wspólny lot. Cała załoga, on behalf of LOT Polish Airlines, Star Alliance, our partner airlines, we would like to thank you for today's flight. All crew will be happy to meet you again aboard. Thank you.ということで改めましてイギリス・ロンドンヒースロー国際空港到着しました。初めてです。ターミナル2に到着したんですけど、今回ですねターミナル3の空港直結のホテルで1泊する予定です。とりあえずイミグレーションを受けます。すごい日本の修学旅行生たちはどこの広告か知らないけどすごいね。ロンドンで見るとは思わなかったな。めちゃくちゃ歩くな。なんか動線が悪いというか、あと空港も結構古いですね。ヒースロー日本人は自動化ゲート使えますね。ありがたい。ということでイギリス入国完了しました。自動化ゲート最高だね。並ばずにこれ優越感ありますね。超楽でした。ということで荷物も受け取って、外に出てきました。このままターミナル4だったかな。ターミナル4にホリデーインがあるんですけど、そのホテル予約してるんで、はい、移動します。もう今回はねロンドン、イギリスの滞在っていうのは乗り継ぎだけです。はい、じゃあ移動します。めちゃくちゃ寒いですね。ウクライナぐらい寒いです。これどうやってターミナル移動するんだろう。地下鉄乗るってことかな。歩いてはいけなさそうですね。シャトルバス的なものはなさそうなんですけど、あるんかな。ああ書いてあるわ。ターミナル4、ターミナル5はビアフリートランス、無料で乗れるんかな。結構分かりにくいですね。めっちゃ作りが悪い気がする。この空港初めて使うから分かんないのもあるけど、このターミナル移動だけだったら無料でこのチケットをここで発券できるんですね。よしターミナル4に行くのになんか乗り換えしないといけないみたいなこと書いてあったけど、直で行けるんかな。何にも調べてないですけどもうだいぶ時間かかってますね。ややこしい。ターミナル4行きの列車があと9分後に来ますね。やっぱこれ乗らないといけないんだ。ということで列車に乗ったんですけど10分ぐらい動かないんですけど、何かあったんかな。This is an Elizabeth line service to Heathrow Terminal 4. The next station is Heathrow Terminal 4. Good in the area behind the driver's door. This train terminates at the next station. ということでターミナル4到着しました。でターミナルからこの通路でホテルに行けるみたいです。クラウンプラザとねくっついてるホリデーインなんですよね。クラウンプラザの方が4000円ぐらい高かったかな。1泊1万4000円ぐらいで今回予約しました。ありましたこれです。はい、今回ホリデーインロンドンヒースロー T4 ですね。もう寝るだけです。ようやくホテルですね。直結してるんだ。これ便利だ。やっと着きました。ホリデーインエクスプレス。チェックインします。ということでチェックインの方完了いたしました。
どうしようかな。もうこの周りにねご飯食べるとこないんだよね。だからここのホテルで食べるかな。どうしようかな。ちょっと軽く食べたいですね。ということで部屋に入る前にちょっと軽く食べますか。でもねドリンクチケットもらったんだよね。なんでいや高いね。すごい金額すると思うな。まあしょうがないか。でもちょっと軽く食べたい。ということで今食事頼みました。でスパークリングウォーター炭酸水はさっきのドリンクチケットで引き換えてこんなでっかいのをくれました。はいで、まあ、せっかくっていうか今日しかもうイギリスに滞在することがなくて、イギリスイコールフィッシュ&チップスのイメージがあったんでメニューもちろんあったんで今オーダーしたんですけど、びっくりする金額でもう払ったんですけど23ポンドで1ポンド今 196.5 円するんですよね。で計算したら4500円ぐらいですね。フィッシュ&チップスでめちゃくちゃ高いですね。まあ、このホテルで食べるっていうのが高いのかもしれないですけど、多分まあそうだよね。街で行けばもうちょっとは下がるかもしれないけど、大したことないのにすごいな。今回行った国の中で一番物価高いわ。安いとこ行ってたからね、ウクライナも安いしモルドバも安いしワルシャワもまあ安い方でしょう。ヨーロッパの中ではイギリスさすが先進国、そして物価が高い国だ。ホテルはまあそこまで、空港ホテル、まあホリデーインエクスプレスっていうのねかなり安いブランドですけど、それでもまあ1万4000円ぐらい。まあしょうがないね。まあ思い出にはなるからいいか。はい、とりあえずフィッシュ&チップス部屋に入る前にこれだけ食べていきます。すごいなんかお酒みたいありがたいですね。こんだけ1本くれるなら。男は黙って炭酸水。ということで結構早く来ましたね。フィッシュ&チップスめっちゃでかいこんないらないよってぐらいでかいですけど、これでまあ4500円ですからね。まあ、ちっちゃくて4500円よりはまだいいか。で味はもうケチャップとかマヨネーズとかあそこにあるから自分で持ってきてかけろみたいな感じでした。いかにも外人が好きそうな味ですね。あとこの豆ですよね。なんかイギリスといったらもう野菜はこの豆しかないみたいなことをよく言ってる人いますけど、本当に豆ですね。はい、まあでもすごいでかいんで食べ応えありそうです。ということで、まあイギリスっぽいものを短時間で堪能できると思えばいいじゃないですかでかすぎまあちゃんと揚げたてだね。すごい熱い。これだったらまだいいや。私はフィッシュ&チップス好きなんで美味しいですね、普通に。はい、もうちょい時間があれば市内行ったりとか多分フィッシュ&チップスの美味しいお店とかあると思うんで、またイギリス来ると思うからその時に味わいたいと思います。十分これでも美味しいわ。それでは部屋に行きましょう。579の部屋。これめっちゃ遠いんじゃないかな。すごい広いな。579、これだ。よし。ということで部屋に入りました。こんな感じの、結構思ったより広いな。十分ですね。ただお水とかないのは残念だな。はい。景色は一応空港ビューいやでも見えないね。で、あとはまあタオルとかはあってアメニティはないですね。はい。でシャワールームだけです。とりあえず本日の行程はこれで、終わりです。ワルシャワからロンドンのヒースロー空港に移動して、まあ事実上乗り継ぎですね。一応1泊はするんですけど、まあ距離的には多分大したね移動じゃなかったんですけど、ちょっと疲れましたね。まあでもスムーズに行けましたし、ロンドンの入国、イギリスの入国簡単でいいですね。
EU じゃないけど、まあ、恐ろしく物価が高いっていうのは怖いですけど。はい、それで次回なんですけど、日本に帰国します。こちらのヒースロー空港から明日ね、朝めっちゃ早いんだよね。8時ぐらいのフライトなんで、3時間前5時。まあ、早起きして飛行機乗って、いよいよ日本に帰ります。まあ、今回の旅は1週間ぐらいかな。このウクライナに行くために。割と切り詰めて、そんなに観光とかせずにね、ウクライナメインで、あとほとんど移動でしたけどね。はい、とりあえずそんな感じで次回は日本帰国編ということでお届けしたいと思います。一旦今回の動画ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。